3匹の子猫。ミケコの物語。ある寒い冬の日、ミケコという名の子猫が小さな村にやってきました。村の家々は雪に覆われ、煙突からは暖かい煙が立ち上がっていました。ミケコはすぐに村人たち、特に孤独な老人たちに愛されました。彼は老人たちの膝の上でにゃーと鳴き、彼らに温かさと優しさをもたらしました。村人たちの心はミケコの存在によって温かくなり、互いに助け合うようになりました。しかしミケコには秘密がありました。彼は未来から地球を救う特別な使命を持った子猫だったのです。ミケコの使命は村に潜む魔物を見つけて倒すことでした。ある日、村外れに住む老人が病に倒れました。ミケコは老人の窓際に座り、寒風吹きすさぶ中、老人を見守りました。最初、老人はミケコを追い払おうとしましたが、ミケコの大きな瞳に宿る優しさと不思議な動作に心を打たれました。ミケコはそっと窓から飛び降り、老人の膝の上に乗りました。老人は彼のぬくもりに癒され、久しぶりに安らぎを感じました。夜遅く、ミケコは村はずれの古い廃墟に向かいました。彼はそこに悪魔が潜んでいると考えたのです。ミケコは廃墟に入り、暗闇の中で悪魔を探しました。突然、毒カエルの姿をした悪魔が現れ、ミケコに襲いかかりましたが、ミケコは未来から持ってきた封印の箱で悪魔を閉じ込めました。ミケコは任務を果たしましたが、毒に侵され息を引き取りました。村人たちはミケコの死を悲しみましたが、ミケコが教えてくれた優しさと親切心は決して忘れませんでした。ミケコの存在は村全体に愛とぬくもりをもたらし、彼の教えはこれからもずっと生き続けるでしょう。村人たちはミケコをとても惜しみ、彼に敬意を表して小さな木製の記念碑を建てました。記念碑にはミケコ、愛と優しさの象徴と刻まれています。村の子供たちはミケコの話を聞いて育ち、彼のように優しく親切になりました。ミカの物語。次に現れた子猫はミカでした。彼女は村一番の変わり者のところへ行き、信頼の大切さを教えました。村外れに住む老人は、過去の裏切りによって人を信じることができなくなっていました。ミカはその老人を最初は遠くから観察し、次第に近づいていきました。ミカは毎日老人の家の前に座り、静かに老人を見守りました。はじめのうち、老人はミカを無視しようとしましたが、次第にミカの存在が気になり始めました。ある日、ミカは老人の足元に行き、そっと頭をこすりつけました。老人はその小さな体から感じるぬくもりに感動しました。日が経つにつれて、ミカは老人の膝の上に乗り、老人の手を舐めるようになりました。老人はミカの優しさに触れ、次第に心を開いていきました。しかし、ミカにも秘密がありました。彼女も未来から地球を救うという特別な使命を持った子猫だったのです。ミカの使命は、村に潜むもう一匹の魔物を見つけて倒すことでした。ある日、村に盗賊が現れ、人々は怯えました。その時、ミカは村の中心に立ち、
恐怖に怯える村人たちに向かってとても大きく激しく叫びました。彼女の叫びは「私を信じて」と言っているようでした。ミカの勇気に触発された村人たちは互いに手を取り合い、協力して強盗たちを追い払いました。その夜、ミカは村はずれの古い森に行きました。そこには黒心の悪魔が潜んでいました。黒心の悪魔は人々の心に救い、彼らや周囲の人々を疑心暗鬼にさせました。ミカは森に入り、暗闇の中で悪魔と対決しました。なんと悪魔はとても小さく、大きさは数センチしかなかったが、とても力が強く、恐ろしい炎でミカに襲いかかりました。ミカは未来から持ってきたエコーの盾で悪魔の炎を悪魔に返し、悪魔を倒しました。しかし、同時にミカも炎で重傷を負い、任務を終えて息を引き取りました。村人たちはミカの死を悼みましたが、ミカが教えてくれた信頼の力を忘れることはありませんでした。ミカの存在は村全体に信頼と団結の精神をもたらし、彼女の教えは永遠に生き続けるでしょう。村人たちはミカに敬意を表して小さな庭を作り、信頼を象徴する美しい花を植えました。庭には信頼の力ミカと刻まれた石碑が建てられました。ミカの教えのもと、村人たちは信頼と助け合いの大切さを忘れることはありませんでした。ミクの物語、最後に現れたのはミクでした。彼女は希望を広めるために戦争で荒廃した町にやってきました。町の空は灰色に染まり、建物は崩れ落ち、通りは瓦礫で埋め尽くされていました。ミクは絶望した人々に近づき、未来への希望を伝えました。この町に戦争で家族を失った少年がいました。彼は未来に希望を持てず、毎日を悲しみの中で生きていました。ミクはその少年のもとへ行き、共に過ごし、少しずつ心を癒していきました。ミクの輝く瞳と明るい姿は、少年に新たな希望を与えました。ある日、少年は微笑みながらミクに言いました。ありがとう、ミク。少年は再び未来を信じ、町の人々も希望を持ち始めました。ミクにも秘密がありました。彼女もまた未来から地球を救う特別な使命を持った子猫だったのです。ミクの使命は、町に潜む最後の災いの悪魔を探し出し、倒すことでした。ある夜、ミクは町の外れにある役場にたどり着きました。そこに最後の悪魔の気配を感じたミクは役場の中に入り、暗闇の中で悪魔と対決しました。鬼災いの悪魔は老人に変身し、突然ミクに奇襲をかけてきましたが、ミクは未来から持ってきたハートの槍で悪魔を倒しました。しかし、その戦いでミクは重傷を負ってしまいました。任務を終えたミクはやがて満足げに永遠の眠りにつきました。町の人々はミクの死を悼みましたが、ミクが教えてくれた希望の力を忘れませんでした。ミクの存在は町全体に希望と勇気をもたらし、彼女の教えは永遠に生き続けるでしょう。町の人々はミクに教わった希望の火を灯すために毎年お祭りを開くようになりました。祭りでは町の人々が集まってミクの物語を語り、希望の火を灯し、
未来への希望を誓います。祭りの中心には「希望のひみく」と書かれた提灯が立てられるようになりました。結び。3匹の子猫が使命を果たし、この世を去った後、人々は彼らの教えの重要性に気づきました。彼らは愛、信頼、希望の力を人々に教え、最終的には悪と戦う勇気を教えてくれました。ついには人々は3匹の子猫の教えによって団結し、悪を倒すことができました。こうして3匹の子猫たちは永遠の命や素晴らしい宝物よりも大切な愛の力を教えるという運命から与えられた使命を果たしました。彼らの教えは世代から世代へと受け継がれ、人々の心の中に生き、美しい街を取り戻しました。その街からこの3匹の猫が転生し選ばれたものとなり、それぞれが獣医師幸兵衛、看護師あかり、清掃責任者鶴となり、伝説の魔法の動物病院のスタッフとなるのです。